はようございます。おはようございます。今は能登半島のもうほぼ一番北に来ています。はい。今日はねちょっと能登半島をフラフラしようと思ってます。うん。まず輪島の朝市に行って、でその後ちょっと能登の一番上くるっと回ってみたり、フラフラしてみようかなと。はい。ちょっとね天気が晴れの予報だったんだけどちょっと悪いね。そうだね、ちょっとね、なんか雨降ったりやんだりがすごいね、この辺は。まあ行ってみましょう。今ね穴水っていうところまで来てるので、ちょっと行ってみます。はい。輪島市に入りました。はい。輪島といえばさ、輪島塗りでしょ。輪島塗りだね。朝市になんかそういうのも出てるのかな。ああ、出てるんじゃない？やっぱりなんか朝市はね鮮魚とかも売ってるし、でそれを焼いて食べるスペースが有料かもしれないんだけどあったりあるみたいなんだ。輪島温泉郷だって。輪島に温泉があるんだね。輪島駅だ。あ、道の駅だ。だよね。ああ、いい雰囲気の街だね。わあ、すごいね。すごいじゃん。いいね。あら、ちょっと思ってたとこと違うな。あら、なんかいいとこだね。ねえ、駐車場はいっぱいあるっぽいけどな、いろんなところに。300円かかるみたいだから。今300円で書いてあったね。そこだね。そこだね。はい。あ、石入だってよ。ね。魚醤？いっぱいあったよね。ね。どっかの道の駅にも。あったあった。今日美味しい海鮮が食べれんじゃない？ここまで来たら。食べたいね。なんか食べたいね。朝ごはん食べてないしな。ここからかな？はい。輪島塗りのお店が。あ、これか。早速。うわ、本当だ。ちょっとゆっくり見ていく。ねえ。すごい。ここ隣もそうじゃん。本当だ。あ、ここで焼けるみたい。多分いくらなんだろう、使用料ね。あ、お一人様300円だって。で、勝手にセルフで焼くの？そういうことでしょう。いいな。絵柄まんじゅう。ここら辺のなんですか？あ、そうなんだ。へえ。はい。はい、いただきます。はい。いただきます。美味しそう。カレーご飯みたい。ねえ、見た目は。絵柄まんじゅう。いただきます。200円。あ、うまい。美味しい？おはぎみたい。私にもちょうだい。うまいこれ。あ、すごいもちもちだね。ね、もち米かな。おいしい。おはぎみたいだね。おいしい。面白いね、いろいろ。ねえ、今も結構いいのあったよ。和紙でさ、洗える和紙って言って箸置きとか和菓子の菓子受けになるようなやつね。さてちょっと美味しそうなご飯屋さんを見つけたので行ってみましょう。
なんか直接焼いてもいいんだけどね。うん、こっちもなんか美味しそうなお店があったからさ、ちょっと見に行こうよ。そうだ。これだよね。うん、営業中。食べちゃう？食べちゃおうか。いいよね。いいよね。すごいね。美味しそうだね。わあ、美味しそう。やばいよ、だってこれ。めちゃくちゃ美味しい。ガもすごい。うまいな。いっぱい入ってるね。これが全部入ってるのかな、今日の海鮮。タイ、山エビ、メバル、イカ、粗石餅、ヒラマサ、ヒラメ。やばいね、これ。めちゃくちゃ美味しい。イカはさ、すごいコリコリだね。すごい新鮮。お刺身もさ、歯ごたえがすごいあるじゃん。新鮮だよね。本当に美味しい。美味しいね。やばいね。めちゃくちゃ美味しかった。前にも食べよう。何種類入ってんの？すごいよね。すごい。うわ、美味しい。生エビが美味しい。めっちゃくちゃうまかった。やばかったね。もしかしたら過去一美味しいかもしれない。本当にそう。ねえ、ネタがめちゃくちゃ新鮮な上にさ、すごい量入ってたよ。9種類か。なんか黒板に9種類書いてて、あ、もうちょっと入ってるけどいいよもうこれでって言って最後取らせてもらったんだけどすごかったもん。すっごい新鮮だったね。でさ、いっぱい種類入ってるのにさ、普通2切れと1切れとか2切れずついっぱい乗っけそうなところがさ、もいっぱい入ってたよ。びっくりしちゃったよ。もうこれは。いや、絶対ここに来た方がいいね。いいね。わら。朝からお昼の2時ぐらいまでなんだよね、お店が。そうだね。で冬はね、カニの丼とかもやってるみたいで、それもいいみたいよ。それもいいね。今からの時期11月解禁だから。だね。ズワイガニが。いや、最高でした。ここはまた来ないとダメだね。ね。わ、すごいね、路地の雰囲気が。ね、いい雰囲気だね。あ、いいね。ちょっと寄ってこうか。ね。すごいね。すごい細かいし、超すごいんだよ。階段もおるしさ、すごい。さあ、ちょっとカフェで休憩です。はい。今日はホットコーヒーと300漆紅茶っていう、ね、漆の実のコーヒーみたいにいって飲めるらしいんだ。ねえ、漆の実って初めて見たね。来たよ。すごいね。漆。すごい素敵だね。これもそうでしょ。これ器が漆器だよこれ。すごいね。なんか
陶器みたいだけど、すごい。すごい素敵。これ漆紅茶、漆の匂いがそうだね、お茶みたいな香りだね。すごいいい香りするね。こちらはコーヒー。いやおしゃれなー、器が素敵すぎるね。すごいな。いただきます。美味しい。すごいいい香りする。飲んだことのない味だけど、あれちょっと香ばしいというか、ちょっときな粉っぽいのかな。なんか香りが。いやー、よかったな。最高だったね。ねえ。あんな初めて飲んだな、漆の紅茶なんて。そうだね。なあ。さあ、朝一終わっちゃったかな、そろそろ。終わっちゃったとね、思う。12時。あれ、朝一終わったらお店も閉まっちゃったな。ねえ。そんなことあるの？全然開いてないじゃん。あれ、まだあんま見れてないのにな。ねえ。後で来ようとか言って。でも美味しい海鮮食べれたからいいけど。まあね。ここもあるのね。ここも漆器店だ。ここもすごいね、中。すごいな。ねえ。すごいじゃん。ここのお店もすごい。器屋さんだって。帰り見てこうかな。そうだね。足湯もあるんだ。右に行くと。で、ここは神社。神社です。これだ。花手水。これだよね。中にも花手水がございますって。うわ、すごいね。綺麗。すごいね。何なんだろう、花手水って。今お花屋さんがここに来てさ、なんかいろいろやっていくのかな、全部に。そうなんじゃない？ねなんかこちらにもいろいろあるね。え。いろいろある。ちょっとちっちゃなさ、金沢みたい。そうだね。あったよあったよ、足湯左に。あ、本当だ。いいじゃん。足湯です。すごいじゃん。何これ。飲めるんだって。源泉があって、こっちが飲むやつで、うん。後ろには犬用のもあるよ。ワンダフロだって。犬用のワンダフロもあります。すごいな。海水みたいな味の。しょっぱいってこと？しょっぱい。へえ。
では戻ってこうか。お蕎麦のいい匂いするな。お蕎麦屋さんいいね。輪島すごいいいとこ。そこにね干物屋さんがあるらしいんだ。それかな、小林鮮魚店。それか多分違う、小林乾物店か。そこでちょっとなんか美味しそうなものを探して、輪島を後にしようか。そうだね。えらい長いしちゃったな。ねえ、4時間ぐらいいたんじゃない？いやもうちょっとで輪島塗りのさあれを買おうと思っちゃった。本当だよね。高いよすごくか。でもすごい素敵だったね。ねえ。買いました。乾物店岩のり。岩のりとこれ350円だよ、こんな入って。ね、すごいよね。安かった。あとこれフグのぬか漬け 100g で1000円だから、これで800円ぐらい。そのまま食べれるんだって。なんかね、洗って薄く切って食べるとお酒とよく合いますって言ってた。1年以上つけるらしいよ。ねえ、フグの卵巣のもあったけど、そうそうそう、これは2年つけるんだって。そしたら毒がなくなるらしい。すごいね。猛毒だからな、ねえ、内臓とかは。さあ行きましょう。はーい。満喫したな。いや輪島いいところ。輪島いいとこだね。超いいとこだね。なあ、カニ食べに。カニ食べにね、次は。いや、こんないいところって知っちゃったからさ、次はちょっともうちょっとお金を握りしめてこようかしらって。あんな美味しい海鮮丼、ほんと久々だね。すごい美味しかった。八戸のさ、漬け丼食べたじゃん。あそこに匹敵するうまさだった。そうだね。いや輪島塗りもすごいみんな素敵だった。そう、すごかったね。あれ面白いな。いや見てるだけで本当欲しくなっちゃうよね。欲しくなっちゃったね。どこで使えるかちょっと分かんないんだけど。そうなんだよね。よし、では輪島を後にして能登半島のもうちょっと上の方。うわ、すげえなね。バッシャー。ちょっとのんびりしすぎてさ、もう夕方になっちゃったから、そうなの。今日は珠洲ぐらいまで行って、明日のとちょっとフラフラしようかな。しかもちょっと今ね、波浪注意報と強風注意報がずっと出てたみたいで、すごいもんね。すごいよ。海でもちょっと遊べないから。そうだね。これは明日にしましょう。はい。おー、すごい。これもうちょい行ったら有名なさ、千枚田があるじゃん。書いてある。4キロ。これ、ライステラスっていうらしい。そうでしょ。だけどちょうどさ、イルミネーションがまだだし、稲も刈り取られたぐらいでしょ、ちょうど。だから寂しい感じだろうな。そうだね。でもどうせ通るからちょっと見ていくか。千枚田ポケットパーク、道の駅か。あれか、駐車場があるんだ。あるってこと？どうだったかな。海沿い、道路沿いで見えたと思うんだけどな、道路の左側に。すごい、そこから行けるんじゃない？なんかゲートがあるよ。ほら。ちょうど日が差したよ、また。でも稲はまだあるかな。よくわかんないな。もう刈られちゃってるね、これ。刈られちゃってるよね。多分緑だけど刈られてると思う。だってあそこに干してあるもんね。そうだね。やばいゾーンです。ここまでは飛んでこないでしょ。どう？すごいな、波。すごいね。やばいな、白いもんな。わあ、この家
家たちは大変だね。ねえ。どんどん錆びちゃうじゃん。あーでも木の家だね、やっぱり。そうだね。海沿いって。うすげえ波。ん。バッシャーンってなってるじゃん。すごいね。やばいな。うわあ。出てくるもんな。真っ白じゃん。ねうわすごいね。こんなんなっちゃうんだな。波高いと。え。でも冬は冬こんなんだろうね、ずっとね。ね。うん、あった塩。マジマジよ。終わっちゃってるか。ああ、作ってる。うわーすごいね。なんだ。ねえ、ようやく海を離れました。大荒れの大荒れのね。塩の海を離れて、うん。もう街だね、これ降りたら。多分反対側風大丈夫でしょ。そうだと多思う。分ね。さあ、鈴の町に着きました。町に着いたね。まずスーパーで買い出ししましょう。はーい。さあ今日はスーパーで買っためちゃくちゃご飯、めちゃくちゃご飯。イカとかアナゴのかば焼きとか、これはなんだ、メンマ、チャーシューメンマとうん。よだれ鶏にお味噌汁、岩のりを入れて岩のりを入れて。はい買ったやつね。食べましょいただきまう。おはようございます。す。おはようございます。今は珠洲市です。能はい登半島、昨日は天気が悪かったからうん。あんまりフラフラしなかったから、ん今日はちょっと能登の東側をずっと金沢方面に降りていきます。金沢はい富山方面に降りていきます。はい。あったあった。見附島左、小井寺海岸左。これを見附島を軍艦島っていうんだよね。そうなんだ。軍艦っぽいじゃん、前が。うん。この前の地震でちょっと崩れちゃったっていうそうそう噂の。もうダメだ。どこ止めよう。あ、見えてる見えてる。どれだろうね、崩れちゃったの。あそこにちょっとあんのがそうかな。そうなんじゃない？前ね。かっこいいな。ういや、こんだけ荒れてるとここ歩けないな。では行きます。次にん。はーい。イカの駅だっけ。着いた。到着。いた。イカこがいた。れがさ、うん、最初はそうすごいバッシングねバッシングだったけど、そうそう給付金でやったんだよね、確か。補助金かなんか忘れたけど、コロナのね。すごいこのおかげでさ人気になってさ。そうそう。すごいじゃん。もう自転車がいっぱい並んでるよ。本当だ。ちょっとずつ進んでる。
すごいイカがいっぱい。うわ、美味しそう。やばい。すごいイカスミ石鹸まである。こういう風になってるんだね、あれね。あと17キロ。17？ そんなあるの？うん。ジェラート屋さん。150メーターで右？あ、にあんの？うん。そこの上りが出てるところかな。これか。あった。営業中、右。マルガジェラート。よしよし。イエーイ、到着です。美味しそう。どれにしようかな。はい、ありがとうございます。はい、すごい美味しそう。栗もあって。賞受賞のピスタチオと、であとはプレミアムミルクうん。と本をね、フリーペーパーを持ってったらお味見を2つ、コシヒカリ新米とセロリ、これが多分コシヒカリ。どうぞ。いただきます。どすごい。お米が入ってる。う？うまいね。美味しい。次セロリ、うん美味しい。このセロリ一瞬キウイかと思ったけどセロリだ。美味しい。うまいね。後味がめちゃくちゃいいよこれ。なんかセロリが入ってるからね。じゃあ俺は好きなピスタチオ。じゃあ私はミルク。うわ、めっちゃくちゃうまいこのピスタチオ。ミルク美味しい。すごいよピスタチオ。ちょっと甘さが控えめな。ピスタチオはめちゃくちゃ濃厚。ちょっとね、粒も入ってて超アーうまい。モンド？ピスタチオでしょの実が入ってる。実が入ってるのか。さっぱりだねプレミアムミルクは。美味しい。うまかった。美味しかったね。お、すごいよ。左も海だ。本当だ。あんな山の中いたと思ったのに、ねいつの間に海って言ってたの。海が近いよね。ああすごい。稲みたいだな、京都の。確かに。こっちは穏やかだね。こっちは大荒れだったけど、見えてきた。ボラの見張り台みたいなのが書いてあったね。あそこに人が乗って上からボラをこう探すっぽいよ。人が乗るの？そうそう、あそこに罠じゃないみたい。でもさ、ここら辺はボラを食べるってことだもんね。水がきれいだと美味しいんだろうね。なんかカンボラとか言うよね、確か。そうなんだ。あとあれかな、カラスミかな、よくわかんないな。カラスミ用なのか食べる用なのか、イメージが悪いじゃん、都会だとさ。そうだね。だわ、ちょっと寄ってみるね。あれ左前能登島だよね。橋があって、そうだよね。いいとこだね。いいよ。人も少ないしのんびりしてていいね。すごいなこれ。なんかこんな海の近くに大木が。さあ、七尾の町に入ったんじゃない？そうだね。今
から川端鮮魚店だねに行きます。川端鮮魚店ありました。あれ川端鮮魚店さん買いました。やっぱねしけてるから今日はお魚が少ないって言ってたけど、すごいな。でもいいものいっぱい買えたね。いいものいっぱい買えたし安かった。安かったね。安かった。めちゃくちゃ安かった。いっぱい買って1800円だったね。さあ今日の買ったもの、まずおすすめのお漬物150円。洗ってって言うから今日はちょっと難しいかな。あとこれね、アジの味噌焼き150円。はい、次カマスの塩焼き180円。ちょっと小さいけど、でも安い。はい、次がカンパチ480円で、これが青織とマグロと、これがフグだね。フグの炙りみたいなの550円。あとこの白スジメ200円。安い。安いね。じゃあ丼にしていきましょう。はい、いただきます。いや美味しそうだね。これはなんだっけ、カンパチ。カンパチかな。カンパチすごい美味しい。歯応えがある。ああいいね。すごい新鮮な。美味しい。すごい新鮮そうだったもんねお店。いいね。すごい美味しいよ。脂乗ってる。しかもさ、家族経営っていうのがさ、そうそう、そんな感じだった。なんか信頼できるよね。さあなんかスーパー巡りしてたら夜になっちゃったね。夜になっちゃったね。なぜか。なんかいいドンタクがあったじゃん。ドンタクっていうスーパーね。そうそうそう。ドンタクアスティーチェ。結構いいよね。なんかアスティーチェ外見はそんなに新しくないんだけど、中がねリニューアルしたみたい、2年ぐらい前に。ではこれからね能登島にもう一回戻って温泉に行こうと思って、はい、ひょこっと温泉だっけな。違います。ひょっこり温泉か。ひょっこり温泉。ひょっこり温泉に行って、でそこが貸し切りがあるっていうから、プラス1000円でいいよね。よかった。で予約ができなくて、待たないとダメなんだけど、行った順から。そうそう、さああと1キロです。はーい。到着です。貸し切りが空いたって、30分ぐらい待ったかな。ちょうどいいね。入浴料は550円と貸し切りが1000円かな。貸し切り温泉が1時間1000円。はーい、行きましょう。はい、これか。これが鳥島。鳥海か。鳥島って言った？鳥島でしょ。いい感じねえ、ゆっくり入りましょう。最後抜いてくんだって。すごいね。ああ気持ちよかった。いやー最高だった。気持ちよかったね。さっぱりしたな。かなりのいいね、海水系か、なんかしょっぱい系だね。海水ではないと思うよ、さすがに。しょっぱい系だよね。でもそうね。では夜釣りに行きます。釣れれば動画があるかもしれない。そうでしょう。お察しください。イカ釣りにね。今回の動画なんですけど、ほとんど新しいレンズで撮ったので、ちょっとレンズの紹介をしたいと思います。はい。まず出してみようか。はい。こんな感じです。はい。よいしょ。七光章のセブンアルチザンズ 9mmF5.6 のレンズになります。はい。9mm だからね。ね。9mm って書かれたレンズは時々あるんだけど、フルサイズで 9mm だからね。35mm 換算で 9mm なんで、世の中に今ここのセブンアルチザンズの 9mm ともう1社しかない今は。めちゃくちゃ広角です。
うんまあ、大体超広角って言われるのが、まあ、14mm とか 16mm とかでも超広角って言われるんですけど、まあ、この 9mm って言ったらもう異常な世界だよね。iPhone とかのさ超広角でも多分 13mm とかそれぐらいだから、もう相当画角が広い。ではちょっとレンズを見てみたいと思います。はい、結構ずっしりしてで、そう高級感があるよね。なんか高級感があるね。全体金属でできてるよね。蓋も含めて金属でできてるからこんな感じで、なんか安っぽさがないね。蓋も金属です。重さがね 463g、だから大きさの割にはやっぱちょっと重いよね。そうだね。まあプラスチック使ってない、プラスチックじゃないからね、全部金属だもんね。これはでレンズがやっぱりデメキンだね。横からかな、見えるかな。すごいよね。これがデメキンレンズなんで、フィルターつけれないから当てたら終わりなんで気をつけないとダメなのと、そうだね。あと ND フィルターとか PL フィルターもこっちにはつけれないんで、本体側に最近つけるのあるんで、それで対応するようになります。はい、ケースが結構さぴっちりしてていいよね。蓋レンズの蓋が結構ぴっちりしてて結構ぴったりね、気持ちいいよね。精度が出てる感じがあります。でここも金属だね。で仕様だけ最初にちょっと説明しちゃいます。最短撮影距離が20センチから、で絞りが5枚なんで、光量が10本出るかな。星とかさ夜の夜景とか撮ると綺麗にこう線がピュッピュって出るのが10本出るような感じです。後でちょっと写真撮ってるんで、見てみようかどんなんか。9mm なんで画角が132度、すごいね。めちゃくちゃ広い。ソニー E マウント、キヤノン RF マウント、ニコン Z マウントで、ライカとかパナソニックの L マウントの4種類出てるんで、自分の持ってるカメラに合わせて選ぶことが可能です。さすがにここまで超広角なんで F 値は 5.6、 そこまで明るいレンズではないですね。 F5.6 から F22 まで、結構ここのカチカチもいい感じです。いいよね。いい感じ。F5.6 からです。で、ピントはマニュアルフォーカス。でまあでももうこんなんね超広角なんで、ここの無限大のここら辺に合わせといたらまず大丈夫です。ではちょっと実際カメラにつけてみようか。今 α7S3 で撮影してるんで α7-4 につけてみます。でちょっとサイズ感こんな感じです。これがソニーの FE の2470の F4 だね。これぐらいのサイズです。重さはそんな変わらないかな。ソニーの方がだいぶ大きいけど重さは変わらない感じかな。よいしょ。こんな感じ。いいね。結構コンパクトだね、つけた感じは。そうだね。デメキンだけ気をつけないとダメだけど、9mm だけどさ魚眼じゃないっていうところが使いやすいよね。そうだね。めちゃくちゃ広く撮れるし、魚眼だとね使うシーンがやっぱ限られちゃうかからね、どうしても。これでジンバルに乗っけて普通にねこう撮影もできるし、で今回結構やってみたのが α7S3 で 4K 撮る場合はフルサイズで撮れるんだけど、この α7-4 で撮ると 4K の場合クロップされて APS-C になるんだよね。だから 9mm で撮影することができなくて α7-4 につけた場合は 13.5mm の画角になるんで、なんかそれはそれで良かったね。13.5mm でも十分広いじゃん。で 13.5mm で車載でこう撮ってみたりしたら結構良かった。でどちらも動画の時は手ブレ補正ね、手ブレ補正をオンにしてるんで、もうちょっとクロップされてるんで1割から2割ぐらいされるのかな。もうちょっと画角は 14mm とか 15mm ぐらいになってるのかもしれないんですけど、ちょっと作例を見てみようか。こんな感じっていうの、今日の動画ほとんどこのレンズで撮ってるんでどんな感じかわかると思うんですけど、静止画とかも撮ってるんでちょっとご紹介します。よし、じゃあまず動画から見てみる？じゃあ動画ね。
はい、じゃあ1番から。これは 7α4 に 9mm アルチザンレンズをつけて撮ってるんですけど、まず 4K で撮ってるんで 13.5mm にクロップされて、さらに手ブレ補正を効かせてるんで 15.5mm ぐらいの画角になってるのかな。はい。結構見やすいよね。これは α7S3 に 9mm のレンズをつけて手ブレ補正を効かせてるんで、だいたい 10.3mm ぐらいの画角になってると思います。はい。次で、これは α7S3 の 9mm、 さっきと同じ 10. 点何 mm の画角で車載してるんで、結構横の流れが速いでしょ。そうだね。すごい流れてる感じがあるんで、ちょっと疲れちゃうかなっていう感じ。まあ場所によっては結構面白い映像が撮れたんで、この次の海沿いなんかすごいいい映像になったんで、ちょっとそれにしてみます。はい。9mm で手ブレ補正だけ効かせて 10.3mm ぐらいの画角ですね。結構いいよね。結構いいね。広くて迫力があって、場所によって使い分けたらいいかな。はい。だからこの APS-C でクロップさせる場合とフルサイズでそのまま撮る場合でこう使い分けてあげたら、その状況によって2つの画角で楽しめるんで、それも最初 9mm でスタートしてるから両方広く映るっていうので、結構メリットが大きいです。はい。次ちょっと写真見てみます。次は風景の写真を見ていきたいと思います。はい。でまずこれから。今回の写真は全部もう JPEG 撮って出しでやってます。ローもね一緒に撮ってるんだけど何も編集してない JPEG です。 9mm の画角なんで、この右の道とかが入ってるよね。これね。次、風景はねこんな感じですっていうのしかないかな。これは木道か。木道のちょっと下げて撮ってみた感じです。でこれももうピント無限大で撮ってるんですけど、大体もう全部にピントが合うんであまり気にしないで撮っといていい感じだよね。そうだね。でさっきまでのが16対9かな、多分画角が。でこっちが3対2になってると思う。これはキャベツ畑か。もう夕暮れだね。もう結構夜だったかな。日は落ちてからの写真だね。やっぱここまで近づくとさ、端っこの方はちょっとキャベツがこう歪んでる、歪んでるというか、さすがに出るけど、でもすごいね、やっぱりこの広角は、この道路まで映ってるからね。そうだね。でこれが、同じ場所のお昼の風景ですね。いい感じじゃん。これが昼の風景であと夜景と星をちょっと撮ったんで、それもちょっとお見せします。これは草津かな。そうだね。結構工場もやっぱ綺麗に出てるよね。結構綺麗に出ます。でこれは、手前のススキにピントを合わせてるんで、奥の方がちょっとだけボケてる感じで写ってると思います。結構シャープに写ってるんで、いいね。でこの湯畑で写真撮ってもらったら分かるんだけど、こんな画角で絶対撮れないからね。そうだよね。どうやっても撮れないからね。すごいやっぱり。これも湯畑の下の部分なんだけど、なんかだいぶ遠くに見えるじゃん、このお湯がね、上から流れてくるところが。これね。そう実際こんなね距離感ないからね。やっぱりすごいよね。結構シャープだね、全体的に。そうだね。でこれが草津の夜の道だね。これも結構綺麗に光が星になってるじゃん。ここね。工場が綺麗に出てる。結構いいよね。結構いいね。綺麗に映る。ね。でこれが湖で星と湖に映る星を撮った写真ですね。これが ISO がね多分結構上がってるの。めちゃくちゃ暗かったから、ISO どんくらいだろうね。何万で撮ってると思うんで、で
ローで編集もしてないから JPEG 撮って出しなんで、ちょっと湖の上とかにノイズっぽいのは出てるけど、まあこんな感じの超広角で撮るとこんな感じっていうのを参考に見てもらえればと思います。はい。9ミリだから広角に映るからいいんだけどさ、その分左右上下をすごい気をつけないと、ちょっとでも斜めになってたり上とか下向いちゃうとすごい変な写真になっちゃうから、そこはすごい気をつけないとダメだけど、けどやっぱすごい面白い写真とか動画が撮れるね。そうだね。他ではちょっと撮れないし見たことないような写真とかが撮れるんで、かなり面白いレンズだと思います。So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy.